お世話になっております。マサルです。今回はシェル変数と環境変数について一緒に勉強していきましょう。この動画は IT エンジニアの皆さんの成長を応援するスタイルラボさんのご協力でお送りします。スタイルラボさん、いつも応援ありがとうございます。スタイルラボさんの詳細は概要欄のリンクからご覧ください。今回のテーマはシェル変数と環境変数です。早速結論からいきましょう。シェル変数は現在のシェル内で有効な変数。環境変数は現在のシェルと実行されるプログラムで有効な変数です。今回はちょっと難しい内容になりそうですよね。実際 Linux の勉強をするとシェル変数と環境変数の違いが分からず頭を悩ませる方が多かったりします。しかしここが分かれば他の人が分からない部分が分かることになるので合格がぐっと近づいてくることになります。できるだけ分かりやすく説明していくので一緒に頑張っていきましょう。まずはそもそも変数とは何かというところからスタートしていきたいと思います。変数を理解するために IT パスポートの問題を見てみましょう。ちなみに変数を理解できている人はこのパート飛ばしてもらっても大丈夫です。それでは問題を読み上げます。2つの変数 x と y に対して次の手続き1から順に実行する。処理が完了したとき x の値はいくらになるのかという問題です。ここで変数 x と y が出てきています。この変数 x と y に対して手続きを順番に実行していって最終的に x の値はいくらになりますかという問題ですね。それでは手続きに従ってやっていきましょう。1番 x に2を代入し y に3を代入します。 x に 2 y に3ですね。次の手続き y の値から1引いたものを y に代入します。 y の値から1引いたものを y に代入します。それでは次 x の値と y の値を加えたものを x に代入します。 x の値2に対して y の値2を加えて x に代入します。 x が4 y が2になりました。ここで手続き4判定を行います。 y が1なら処理が終了。 y が1以外なら手続き2に戻ります。今回は y が2になっているので手続き2に戻っていきます。手続き2では y の値から1を引いたものを y に代入します。2から1を引いて1になっています。次に x の値と y の値を加えて x に代入します。4と1を足して5を x に代入します。 x が5 y が1になりました。ここで手続き4判定に移ります。 y が1なら処理が終了です。現在 y が1なので手続きが終了です。この時に x は5なので正解は「い」ということになりますね。まずは変数がどんなものなのかこの問題を通して体験してもらいました。この問題で何が言いたかったかというと変数というのは処理の中で値が変わっていきますということです。x の値も y の値も手続きの処理の中で値が変わっていってますよね。このように変数とは一定の値ではなくて値が変わっていくものです。まずは変数についてお話ししました。ではここからが今回の本題です。シェル変数についてお話ししていきます。シェルという言葉が出てきましたが皆さんシェルの役割覚えてますか？シェルとはユーザーとカーネルの間に入って通訳のような役割をやってくれる存在でしたね。ユーザーからのコマンドをシェルが受け取ってシェルがそのコマンドの内容を理解してカーネルにどんなことをしてほしいのかを伝えます。シェルについて思い出せましたか？では次にシェル変数についてお話ししていきます。シェル変数とは現在のシェルの中で有効な変数というふうに説明しました。シェル変数のメリットはユーザーとシェルでのやり取りを簡単にすることです。例えばスターバックスの注文を例にしてお話ししていきます。
スターバックスで注文するときにトールサイズのアイスカフェモカエキストラミルクでライトアイス、あとキャラメルソースもお願いしますと注文したとします。結構長い注文ですよね。1回や2回ならこの注文でいいかもしれませんが、毎回この注文を呪文のように口にするのは大変ですよね。そこで注文する人がいつものと注文すると、店員さんがいつものを理解してくれていつものオーダーを出してくれたら助かりますよね。つまりいつものイコールトールサイズのアイスカフェモカエキストラミルクでライトアイス、あとキャラメルソースと認識できればいいわけです。お互いに情報量を少なく意思疎通できるので幸せですよね。これは言い換えると、いつものという変数の中にこの注文情報が入っていると言えますよね。このようにシェルとのやり取りの中で変数を用意してやり取りを簡単にしてくれるのがシェル変数です。では実際にシェル変数を利用する様子をご覧ください。まずは現在のシェルを確認します。 PS コマンドを実行するとバッシュというシェルがプロセス ID2749 で動いていることがわかります。この ID2749 のバッシュさんに私がオーダーと言ったらそれはアイスカフェモカのことだよとシェル変数を設定してあげます。シェル変数の設定方法はとっても簡単で、変数名イコール値で設定することができます。つまり今回の場合はオーダーイコールアイスカフェモカで設定することができます。ではシェル変数が正しく機能しているのかを確認していきます。エコーコマンドを使って確認していきます。エコーコマンドとは指定した値を表示するコマンドです。エコー半角スペースを空けてドルマークオーダーと入力します。ドルマークは変数を意味します。ドルマークオーダーなので変数オーダーの中身を表示するためのコマンドです。その結果オーダーという変数の中にはアイスカフェモカが入っていますと表示されています。無事にシェル変数が機能していることが分かりましたね。ただし気をつけてほしいのは、シェル変数は現在のシェルの中で有効な変数ということです。今回の例ではプロセス ID2749 のバッシュというシェルに対してシェル変数を設定しています。この後にバッシュというコマンドを使って別のバッシュを起動させます。プロセス ID を確認すると2840という別のバッシュが起動していることがわかります。この状態でエコードルマークオーダーというコマンドを実行しても何も応答がありません。なぜならシェル変数は現在のシェルの中で有効な変数だからです。つまりプロセス ID2749 のバッシュとの間だけで有効な変数であり、新しく起動したプロセス ID2780 のバッシュでは有効な変数ではないということです。スタバで例えると、いつもの店員さんならいつもので通じますが、いつもの店員さんでなければいつものと注文しても伝わらないということですね。シェル変数は現在のシェルの中で有効な変数という特徴を覚えておきましょう。それでは次に環境変数についてお話ししていきます。環境変数は現在のシェルとそして実行されるプログラムで有効な変数です。簡単に言うと、先ほどのシェル変数は別プロセス ID のシェルでは機能しませんでしたが、環境変数として変数を設定してあげると別プロセス ID のシェルでも変数を利用することができるようになります。例を見てみましょう。まずは PS コマンドを使って現在のバッシュのプロセス ID が2326であることを確認しています。その後にオーダーという変数に対してアイスカフェモカという値を入れました。この時点ではシェル変数なのでエコーコマンドを使って変数オーダーを確認するとアイスカフェモカと表示されます。ここでエクスポートコマンドを利用します。エクスポートはこれまでに作った変数を環境変数として設定するためのコマンドです。エクスポートオーダーと入力すると、オーダーという変数をシェル変数から環境変数にすることができます。
その結果、オーダーという変数が他のシェルやプログラムでも利用できるようになります。それでは実際に他のシェルでもオーダーという変数を利用することができるのか見てみましょう。バッシュコマンドを使って別のバッシュを起動させて PS コマンドでプロセス ID2399 という別のバッシュが起動していることがわかります。ここでエコーコマンドを使って変数オーダーを確認してみるとアイスカフェモカと表示されています。先ほどはシェル変数だったので別のシェルでは変数オーダーの中身を表示することができませんでしたが、今回は環境変数にしているのでしっかり変数オーダーの中身がアイスカフェモカになっていますね。スターバックスの例で言うと、どの店員さんが対応してもいつもの注文といえばアイスカフェモカが出てくる状態です。シェル変数と環境変数の違い、イメージできるようになりましたか？それでは今回の内容をまとめていきましょう。今回はシェル変数と環境変数について勉強しました。シェル変数は現在のシェルの中で有効な変数。環境変数は現在のシェルと実行されるプログラムで有効な変数です。シェル変数は現在のシェルの中で有効な変数なので、別のシェルやプログラムからは変数を参照することができません。もし他のシェルやプログラムで利用したい場合は、環境変数として設定します。環境変数にするためにはエクスポートコマンドを利用します。エクスポートコマンドはこれまでに作った変数を環境変数として設定するためのコマンドです。シェル変数から環境変数にすることで他のシェルやプログラムでも設定した変数を利用することができるようになります。一時的に利用したい場合はシェル変数でも良いのですが、別のプログラムで変数を利用したい場合は環境変数として変数を設定するようにしましょう。それでは今回はシェル変数と環境変数について一緒に勉強しました。ここでお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。もし一人で勉強するよりも誰かと一緒に勉強したい、質問できる人がいなくて困っているという方はお気軽にオンラインコミュニティに遊びに来てください。現在100名以上の方がオンラインコミュニティに登録してくれていて、毎日いろんな交流が生まれています。漫画好きの方もたくさんいて、趣味の友達もできたりします。参加方法はメンバーになるボタンから対象のプランを選択していただいて、Discord アカウントを YouTube のアカウントに連携してもらえればすぐに参加できるようになります。皆さんのご参加お待ちしています。最後におまけトークです。おそらくこの動画は2025年年明け間もなく公開されていると思います。皆さん明けましておめでとうございます。私の今年の目標は本の執筆です。どんな本になるかはまだお伝えできませんが、支援士の本に続いて別の本を執筆中です。良い本を書いて成長したいエンジニアの皆さんを応援していきたいと思っています。皆さんもよかったら今年の目標をコメント欄に書いてみてくださいね。皆さんにとって今年が素晴らしい年になることを心より願っています。そしてこれからも一緒に学び成長していきましょう。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。